皆さんこんにちは、こうやみです。今日はオフィスでもおしゃれを楽しむことができる派手すぎないちんまりピアスを作っていきます。ピアス金具が目立たない、クリスマスにぴったり、この2つを軸に制作していきます。ということで制作に移るんですが、今回の動画レジンがね上達したい方向けに作っているのですが、概要欄の LINE に無料で登録していただくとレジンで役立つ12個のプレゼントを受け取ることができます。一気にプロに近づけるレジン最強道具10選、74回も質問された時短レジン便利道具10選、不器用でも7秒で成功 T ピン Q ピン裏技、初心者がやりがちな失敗ポイント10選、好きで稼ぐためのマインド術8選、センスなしでも3日で変わるデザイン術、完成度アップ研磨完全攻略、一瞬で差別化できるコンセプトメイクの解説、設計から3ヶ月で月7桁、商品設計テンプレート、知名度0からファン化までの完全攻略、フォロワー1500人で月7桁、インスタ上級テク5選、作業時間を12時間から2時間に、レジン1年生の教科書、こちらの特典の配布は予告なく終了する可能性があるので、お早めにお受け取りをお願いします。それでは早速作っていきます。こちらのお色でカボションを作っていきます。今回ね小さめということなので1センチくらいをね目安に作っていこうと思います。で1センチこう作業中にね1センチってどれくらいだろうってわからなくなることがよくあるので、こちら大体なのですが1センチ四方にねカットした紙をシリコンマットの下にこんな感じで仕込んであります。でこの紙を目安に大きさを整えていきます。でまずはじめのポイントなのですが、今回は透明のレジンではなくてこんな感じで、今回はね結構しっかりと色をつけたカラーレジンを使っていきます。調色スティックで適量レジンをすくい取って1センチのカボションを作っていきます。あんまり小さいとデザインがね作りにくいので、ほどほどな小さいけどでもデザインがね作りやすい大きさを目指して形を作っていきます。実は私揺れるピアスがね、今回作っていくのは揺れるピアスじゃないんですが、私は揺れるピアスが好きなんです。ただ揺れるピアスって耳にね負担がかかるんです。で耳にね負担がかかると何が悪いのかっていうと、単純にねこう引っ張られて痛いというのもあるのですが、しこりができてしまったりとか、ひどい場合にはね耳がね裂けてしまうなんてこともあります。なので普段ね私みたいに揺れるピアスが好きという方もたまにはね揺れない、そして軽いねピアスをつけて耳を休ませてあげると耳が喜ぶんじゃないかなと思います。私はあまり器用な方では手先がね器用な方ではないので、同じものを作ろうとした時にばらつきが出てしまいます。なので少し多めに、今回ピアス自体は4個作ろうと思っているのですが、4個以上多めにカボションを作って、この後ね固めるのですが、固めた時にバランスを見て、で良さそうなものを選別して使っていこうと思います。一発でね綺麗に同じ大きさでね作れればそれが一番いいんですが、なかなかうまいこといかないので余分に作ってその中から選別していきます。もし絶対に同じ大きさをね作りたい、無駄なく作りたいという場合はシリコンモールド、こんなね半球状のシリコンモールドを使ってあげるのもいいかなと思います。ただ今回はなるべく重みを出したくない、厚みを出したくないのでシリコンモールドを使わないでカボションを作っております。それではライトで固めます。しっかりと固めることができました。表面は触って大丈夫です。ツルツルです。そしたらこちらひっくり返して、よいしょ、裏側からもライトの光を当てます。今回かなり色をねしっかりとつけたので、光がねレジンの中に届きにくくなっております。そのためライトをね念入りに当ててあげないとうまくね硬化しません。表面だけね固まったと思ったら中がね生焼けじゃない中だけねブヨブヨしているなんてこともあります。しっかりと念入りに固めます。そしたらあっという間にカボションが9個出来上がりました。
この9個の中から4つ選別してデザインを作っていきます。どれを使おうかななんかこうやって裏返した時にこっちから見てあげた方がなんか大きさ分かりやすいかなっていう気がします。今回はこれとこれとこれとこれを使おうかなと思います。ひっくり返すと逆になるからこれとこれとこれとこれを使おうと思います。そしたらカボションを土台に固定して作業しやすいようにします。表面をねマット加工していきます。固めます。皆さんマットコートする時って何使っていらっしゃいますか？前に星の雫のマットコートのコーティングがあって、それ使ったらいまいち私的に使いにくいなと思って、でそれ以来マットコート迷子になってます。もしおすすめのマットコートあったら教えてくださるとめっちゃ嬉しいです。でしっかりと固めることができたらちょっとねマットコートの表面拭きます。で拭くことができたらアイシングジェルで模様を描いていきます。クリスマスツリーのような感じでね描いていきたいのですが、まずね十字を描きます。バランスを取るために十字を描きます。線描くときってこっちからこっちは描きやすいけど、こっちからこっちはちょっと描きにくいなとか、描きにくい方向あると思います。描きにくい方向を無理やりね描くのではなくて、例えばこうやって線を描きたいんだとしたら、こう作品を回転させて、で自分が描きやすい方向に線をねこう描けるように、わかるかな？筆の向きを変えるのではなくて作品のね向きを変えてあげるとすごいね描きやすくなります。したらこんな感じで、今ね十字架ができていると思うのですが、ここにこんな感じでおけけを木の葉っぱを描いていきます。なんかこうやって透明で描いていると自分でもなんかどこ描いたのかなみたいな感じで分かんなくなると思います。そしたらこうやって一生懸命光を当ててあげると、光の反射でねどこを描いてあるか分かります。そしたら固めます。しっかりと固めることができました。そしたらこのね下にティッシュを引いて、この土台を外して掃除しやすい体勢を整えてからこちらを塗っていきます。これ実はスティック状のねミラーパウダーなんです。こちらを塗っていきます。ミラーパウダーマットコーティングをすると、そこのねマットコーティングをしたところにミラーパウダーがつきにくくなります。アイシングジェルにはねピタッとねミラーパウダーくっついてくれるので、アイシングジェルで塗ったところだけにミラーパウダーがくっついてくれます。ミラーパウダーをねこのシリコンスティックで密着させていきます。密着させることができたら筆とかあれば筆とかでもいいんですが、ちょっと筆今ないのでこんな感じでティッシュで不要なパウダーを落としていきます。そしたらこんな感じで、木というのはおこがましいかもしれないのですが、木っぽいのができました。ちょっとこの周りのミラーパウダー気になるので、綿棒にエタノールをつけて拭いていきます。で大まかに拭き取ることができたら、何もついていない綿棒でさらにきれいにしていきます。いい感じかも。でそしたら、ミラーパウダーがなくなったので、このティッシュは退散します。クリスマスツリーといえば木の上のねてっぺんにある、この頂点にあるお星様だと思うんです。お星様を描く力が私にはなくてなのでこういう時はこういうメタルパーツを使っていきます。ちょうどいい大きさのお星様をここに乗せます。どの大きさがいいだろう？これがいいかな。このちっちゃいお星様の表面がねザラザラってしてめっちゃ可愛いんですよ。でこれを接着していきたいと思います。先ほど使ったアイシングジェルをこのねてっぺんに塗ってこのお星様をのせます。こういうパーツを固定するときはアイシングジェルがすごい役に立ちます。ここに置きたいっていうところにねピタッとねくっつけてくれるんです。でアイシングジェルとね一口に言ってもいろんなね柔らかさ粘度があるんですが、あんまりねアイシングジェル
得意じゃないよとか、まだ使ったことがないよっていう人は、柔らかいアイシングジェルの方が扱いやすいです。柔らかいとパーツを固定した時に動いてしまうというデメリットもあるのですが、扱いやすいので初めはそっちの方がいいです。そうしましたらこちら固めます。お星様を固定することができました。こちら星の雫のコーティングレジンですね。こちらでコーティングしていきます。こするとミラーパウダー剥げてしまうので、こすらないように気をつけてコーティングレジンを全体に伸ばし広げていきます。固めます。固めることができたらホワイトの固めのジェルを塗っていきます。このねジェルすごい雪っぽくなるんです。このクリスマスツリーに雪をね積もらせてホワイトクリスマスにしていきます。まず、地面のところに雪を積もらせて、その後木も積もらせていきます。木の形がねいい感じに整ってくれるので、雪を降らすのおすすめです。でなんかちょっと失敗しちゃったなとか思ったら綿棒で拭き取ればなかったことにできます。こんな感じで気の済むまで雪の形を整えることができたら固めます。固めるまではいくらでもね形変えることができます。ただ固めちゃうとねもうね上に重ねることはできても今描いた線をね消すことが難しくなるので、固める前によくよくチェックして固めます。で固めることができたらこの子の上にじゃじゃん、こちらのね星の雫の通常タイプを重ねます。こう最後にぷっくりさせてあげて可愛く仕上げていきます。ぷっくりさせるとね魚眼レンズのように少し見え方がね変わるので、それを考慮してねデザイン作っていくといい感じに仕上がります。私はぷっくり盛ろうと思っていたので小さめにクリスマスツリーを描いてきました。初めはどれくらいね変わるのかっていう感覚がねつかめないと思うので、初めの頃は量をね少なくしてあげてください。そしたらこちら固めます。で固めることができたらこれでね終わりでも OK ですし、今回私は雪をもうちょっと降らせていこうかなと思います。層を変えて描くと奥行きがね出るんです。奥行きを出したい時は層を変えてデザインを作っていくといい感じになります。このねクリスマスツリーにミラーボールじゃなくてなんだっけ丸いクリスマスツリーにつける丸いやつをドットペンとかでね赤とか緑とかでポンポンポンってしてあげてもねすごいね可愛くなると思います。ただ色を入れれば入れるほど色のバランスが難しくなってくるので、いつも色選びでね失敗するなっていう方はあえてね色を少なくしてあげると失敗しなくなります。私はいつも色選びで失敗することが多いので、なるべくね色数を少なくしています。そしたら最後もう一層ねレジンを重ねます。この時注意なのですが、あまり盛りすぎると横からこぼれ落ちます。程よい量を乗せてあげてください。特に私は星の雫を使っているのですが、星の雫はね割と粘度があるレジン液なので液だれしにくいのですが、サラサラなねレジン液とか使っている場合は固めてる間にも腫れてきたりしちゃうので気をつけてください。めっちゃ可愛い。この小さな世界この中にデザイン作っていくのすごい楽しいです。で次に作っていくデザインなのですが、こういうねイラストを描く系は苦手っていう方もいらっしゃると思うので、描かなくていいクリスマスツリーを作っていきます。まず一番初めに作ったカボチョンに透明のレジンを重ねます。透明のレジンをのせることができたらこの層には何もせずに固めちゃいます。固めることができたら先ほど使ったねアイシングジェルをこの上に全面にね乗せていきます。気をつける点としては異物が入らないように、気泡が入らないように気をつけながら全面にアイシングジェルを塗っていきます。よし OK。 そしたらお手持ちのもの何でもいいので丸いパーツとあとお星様を一つでクリスマスツリーを作っていきます。この丸いパーツもいろんな大きさあると思うのですが、この丸のパーツの中で大きめのものをまず乗せます。ドーンドーン。いい感じ。次にこれが2番目に大きいのでこの子を乗せます。でこれキラキラしたパーツなんですが、ここの上のところにね
レジンがつくとキラキラが半減しちゃうので、キラキラにレジンがつかないように気をつけながらのせていきます。細長い三角形を作るイメージで丸を並べていきます。で、三角形にいい感じにね整えることができたら、最後この王子様をてっぺんに乗せてあげるとクリスマスツリーの誕生です。固める前に形を整えて、この乗せるパーツは本当に今回もキラキラ乗せたり、パール乗せたり、金色のパーツ乗せたり、何でもねいいし、とりあえず唯一あげるとするとこのお星様はあった方がいいかなと。で、できたら固めます。固めることができたら完成です。2種類のクリスマスツリーができました。いい感じ。どっちも可愛い。ちなみにね、こちらね、ノンワイプのアイシングジェルを使っていたのでこのまま仕上げてしまったのですが、もしノンワイプでないアイシングジェルを使っている場合は、コーティングレジンを重ねるなり、拭き取りをしてあげるなりしないとベタつきが残ってしまうので気をつけてください。次にプレゼントボックスを作っていきます。まず十字を書きます。中心を左上にして十字を書きます。まっすぐの線を描くことができたら固めちゃいます。十字線一気に描こうとすると失敗した時のダメージが大きいので、一回固めてしまえばね動いてしまうことがなくなるので固めちゃいます。固めることができたら縦線をね今度描いていきます。で、横線の方が描きやすいので自分が描きやすい方向に向きを変えて再度線を描いていきます。いい感じで描けたので固めます。で、固める前にこの端っこ色がにじんじゃっているので少し整えます。こういう整えるとき爪楊枝とか便利です。もう一回ちょっと調整して、ひゅいひゅいっと調整して、で納得がいったら固めます。固めることができたら透明のレジンを1層ね作ります。縁まで透明のレジンをきれいに伸ばすことができたら固めます。固めることができたら、今ね十字を書くことができて、この上にねリボンを作っていきたいんです。十字線の真ん中にリボンの中心を持ってきます。固めてしまうと線がね動かなくなるのですが、逆に言うと動かせなくなってしまうので、不安がある時はあえて固めずにどんどん線を書き足して全体のバランスを整えていきます。細筆ちゃんがかなり毛先がケバケバになってきてしまったので、そろそろ買い替え時ですね。リボンのぷっくり2つかけたので、下のひらひらを描いていきます。消したい時は爪楊枝を使って消してあげるといい感じに消すことができます。今回すごい小さいのでリボンも小さく描かなきゃいけないから集中めっちゃしちゃいます。なかなかいい感じのバランスで描けました。ただちょっと筆の毛羽立ちの関係と、あと私のスキルの問題もあってちょっと毛羽立ってしまったところがあるので、爪楊枝で修正していきます。そしたら固めます。ただ固めていない状態だとうまくいかなかったっていう時は拭いてあげればリセットすることができます。ちょっとうまく撮影がねできていなかったのですが、リボンの上にもう一回ね赤色を重ねて濃淡の差をなくしました。で、固めることができたのですが、そうしましたらもう一回ねレジンを重ねます。キュルキュル。そしたらね調色スティックとか爪楊枝とか使っても何でも OK なので全体に伸ばし広げます。あまり厚みが出すぎないように気をつけて固めます。初めねちょっとレジン液のせすぎたので調色スティックでこうレジン液をすくい取りました。程よい厚みになったので固めます。で、固めることができたら最後にねこのリボンの中心の部分にポイントをのせたいなと思います。今回はねゴールドを出してクリスマス感を出したいなと思うので、ブリオンを中心にのせたいと思います。この中心にアイシングジェルをまずのせて、それからブリオンをのせていきます。ちょっとした手間ですが、このちょっとした手間をね省いてしまうことですごいめんどくさいことになってしまうことがあるので、ちょっとの手間を惜しまないことも大事かなと思います。ちょっとのね手間を惜しんだことによって余計にね手間がかかってしまったり、また作品がね台無しになってまた一から作り直しになるとなんか悲しいし時間もかかるので、このちょっとの手間を惜しまないのが大事かなと思います。固めます。今回ブリオンのせましたが、
ラインストーンとかこういうメタルパーツ入れてあげるとまた印象が変わってきます。お好きなものをお好きな感じでのせてください。そしたらブリオンを埋めるように透明のレジンを重ねます。あえてねブリオンを表面に出しても面白いと思うのですが、今回はこのブリオンしっかりとレジンの中に埋め込んでいきます。こういう出っ張りを埋めるときに1回で埋まらなかったときは2回3回にね分けて埋めてあげた方がいいかなと思います。たくさんレジン液のせて、で横から液が垂れていくという悲しい出来事を私は起こしてしまうことがあるのですが、皆さん小闇とね同じ失敗をしないように気をつけてください。そしたら固めます。で最後のねデザインを作っていきます。まずアイシングジェルで中心あたりにこんな感じでぷくっとしたものを作りました。固めます。もしアイシングジェルがなかったら普通のレジン液をシリコンマットの上とかでね垂らしてカボションを作ってそれを乗せてあげると同じ感じでぷくっと作ることができます。で固めることができたらぷっくりを大きくしていきます。このぷくっとした部分に気泡ができているのですが、今回気泡は気にしないで大丈夫です。ちなみに今はね雪だるまを作っておりまして、クリスマスといえば雪だるまといえばオラフかなと思ったのでオラフを作っています。今ぷくっとさせているのはオラフの顔の形にぷくっとさせています。よし、固めることができたらオラフを描いていきます。普通にオラフを描こうと思うとねすごい難しいなと思ったので、溶けたねオラフを描いていきます。このさっき作ったぷっくりもホワイトで塗っていきます。よいしょ、こんな感じでとろけたオラフできたので固めます。固めることができたら少し色ムラがあるので色ムラをなくすためにもう一度ね色を重ねます。さっきのリボンとかとは違って考える必要がないのでドベッと色をのせていきます。そしたら固めます。固めることができました。オラフちゃんを描いていきます。ピアスにした時この面がねよく見えるのでこの面でオラフちゃんが一番綺麗に見えるように描いていきます。何色で描こうかなって悩んだんですが茶色で塗っていこうかなと思います。オラフの一番のチャームポイントは多分人参だと思うのですが、2番3番を争うくらいのチャームポイントである頭のおけけを描いていきます。おけけがね頭に3本あります。3本この辺りかな、3本おけけを描きました。少し形を整えてあげて、ちょっと根元らへんがね枝毛になってしまっているので少し整えて、そしたら固めたいんだけど固める前だったらね微調整ができるのでもうちょっと調整しよう。いろんな角度からチェックしないとある角度から見た時残念な感じになっちゃうのでよくチェックしてから固めます。次お目目描こうかな。なんかお目目って一番重要ですよね、キャラクターものを描く時。どうだろう、オラフに見えるかなちょっと一回リセットしてもう一回描いていきます。かわいくなれ。お目目こんな感じ、なんかムーミンみたいよいしょ、固めます。お目目に白目を作っていきます。眉毛も描きます。今回はとろけるオラフなので少しねパーツがねずれてもとろけてるせいなので思い切って描いていきます。そしたらお手手も描いちゃおうか。オラフのお手手かわいいよね。オラフのお腹のボタンもう描いていきます。いい感じ。固めます。ついにねオラフの一番のチャームポイントオレンジで描いていきたいと思います。お花のオレンジを目立たせたいので他のところはね茶色一色で描いてきました。お花はここじゃなくて落っこちた感じでこの辺に。よし、できた。人参よし、そしたら固めます。このお花ねもう一回重ねて塗ります。このねチャームポイントがね一番大事なので目立つように描くことができたら固めます。いやー、なかなかいい感じではパッと見オラフに見えないかもしれないけれどもとろけたオラフとしては完璧なのでは。そうしましたら透明のレジンを重ねてこの今ね塗ったねオラフが剥がれないようにしっかりとコーティングしていきます。こんな感じでパーツが完成したのでピアス金具にくっつけていきます。今回こちらのパーツ後ろにね手をかざしていただくとよくわかると思うのですが不透明です。不透明な作品は光をね通さない、通しにくいのでレジンとか光がね当たらないと接着することができない接着剤は
使うことができません。なので今回は乾燥タイプの接着剤を使ってくっつけていきます。完成しました。めっちゃ可愛い。裏側にもちょっとねミラーパウダーとかで加工しようかなとも思ったのですが、今回は軽さをね重視したかったので、後ろにねやっぱり加工すると少し重さが出てしまうので、あえて後ろは加工しませんでした。奥行きがいい味を出しているし、このトゥルントゥルン具合がスノードームみたいでとっても可愛いです。こちらアイシングジェルでね仕上げた、あとベタつきが気になったので拭き取りをねしたら少しマット調になりました。すごい可愛いです。なんかクリスマスツリーをイメージしたけど、こっちほどねクリスマス感がないので、クリスマスの時期以外も楽しめそうです。これがねプレゼントボックス、めっちゃいいね赤と緑でクリスマスカラーにしました。なんかこれ緑のリボンを重ねてダブルリボンとかにしても可愛くなりそうです。でこちらオラフをね2人作ったらちょっとそれはなんか違うなと思ったので、アナと雪の女王をねイメージした雪の結晶を作りました。この中心にオーロラのストーンを置いたんです。エルサの魔法をイメージしてオーロラを置きました。かわいいこの雪の結晶はこのねクリスマスツリーの木の部分を描いた時と同じね感じで、まずアイシングジェルでね下書きをして、そこにミラーパウダーをのせて作りました。よーく見るとね結構雑なとこもあるのですが、透明で見ると結構いい感じですよね。このオラフちゃんも娘に見せたらねオラフって分かってくれました。キャラクターものって顔のバランスがすごい難しくて、顔のバランスがね少しずれるとなんか違う、なんか偽物感が出てしまうのですが、今回はね溶けかけた風にしたことでバランスがずれてもあんまり気にならないかなと。キャラクターを描くのが苦手な方は溶けかけ風がおすすめです。今回は4つのデザインを作りました。あなたが気に入ったデザインはありましたか？今回の動画、レジンがね上達したい方向けに作っているのですが、概要欄のね LINE に無料で登録していただくと、レジンで役に立つ12個のねプレゼントを受け取ることができます。一気にプロに近づけるレジン最強道具10選、74回も質問された時短レジン便利道具10選、不器用でも7秒で成功 T ピン Q ピンの裏技、初心者がやりがちな失敗ポイント10選、好きで稼ぐためのマインド術8選、センスなしでも3日で変わるデザイン術、完成度アップ研磨完全攻略、一瞬で差別化できるコンセプトメイクの解説、設計から3ヶ月で月7桁、商品設計テンプレート、知名度ゼロからファン化までの完全攻略、フォロワー1500人で月7桁、インスタ上級テク5選、作業時間を12時間から2時間に、レジン1年生の教科書、特典の配布は予告なく終了する可能性があるので、気になった方はお早めにお受け取りをお願いします。